ちなみに脚立の上にはい、皆さんこんにちは。車の大自然カカカシノピーです。今回はこちら高圧洗浄機のホースですね。僕ケルヒャーの K ミニというモデルの高圧洗浄機を使っているんですが、ホースの長さが5メーターなんですよ。これまあ短くて、車をぐるっと一周することはまずできないと。作業をするときに本体を移動させないといけないんですよ。これがねちょっと面倒で、移動させるってなると元のこの水道のホースを引っ張らないといけないだったり、あと電源も延長コードとかを使って本体を移動させないといけないんですよ。これがねまあめんどくさいので、理想としてはね本体の場所を変えずに高圧のホースを長くして車ぐるっと一周だったり、右回り左回りできる人だったら半周できればいいかな。僕は一応ねぐるっと一周できるぐらいの長さが欲しいなと。なおかつねフレキシブル柔らかいタイプのやつがいいなと思って、で今手身についてるのが5メーターなので、それより長いやつですね、いろいろ探してって、まあ、10メーターがいいのか15メーターがいいのか。けど高圧洗浄機のホースって1万円以上はするんですよ。どうしようかなと。まあ両方買って片方使わなくなるとかもう嫌だったので、今回はホース屋さんっていうこの高圧洗浄機のホースを販売しているホース屋さんにちょっとご連絡させていただいて、長さ違いでホースをお借りすることできませんかと交渉した結果、快くお貸ししていただきました。ホース自体は種類で言うと3種類あるんですよね。このグレーのと黒いのが2種類あります。長さは10メーター15メーターで分かれているので、一番は長さがどれだけ必要かっていうところを知りたいなといった感じで、あと使い勝手もね見ていきたいんですが、ホースもね安くはないので、皆さん高圧洗浄機を使ってる方、ホース欲しいなと思ってた方の参考になればいいなと思っております。で今この机の上でね並べてごちゃごちゃ喋っててもよくわからないと思うので、実際に使いながらねいろんなねコネクターとかもクイックカプラーとかもねいろいろあって、かなり高圧洗浄機での洗車が楽になりそうなので、そこら辺も試しながらやっていきたいなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら外にやってきました。見てわかる通りグレーのホースと黒いホースがあります。黒いホースの方は両方とも15メーター高耐久のものになっております。業務用の高圧洗浄機に使用するホースと、もちろんね業務用じゃなくても使用はできますが、重さがねちょっと重いグレーの方が圧倒的に軽い、そんな違いもあります。 K2、K3、K4、K5 その辺の業務用じゃない高圧洗浄機の場合はこっちのグレーの方で十分みたいですけどね、高耐久の方も使ってみたいなということでお借りしました。高耐久の方は両方とも15メーターなので、これは一旦置いといて、このグレーのホースが10メーターと15メーター2種類あるので、まず長さの方を見ていこうと思います。でちなみに10メーター15メーター2種類あります。これはねコネクターが違うと。このコネクターもねいろいろあって、よくあるのはこれですね、ケルヒャーのクイックコネクタ、これを接続するんですが、ホース屋さんではこういうワンタッチタイプのコネクターも販売されていて、これめちゃめちゃ楽です。ワンタッチで取り外しができる。こういう風に付け替えるとかもねいいと思います。一旦長さですね、一番最初は僕が持ってる K ミニの5メーターのホース使ってみようかなと思います。はい、そしたら K ミニここに設置しました。一応ねいろいろこの本体の置く位置っていうのは人それぞれ違うと思うんですが、一旦全体的に統一して、この運転席側の右前ですねの1メーターぐらい離したところ、この辺ちょっと歩けるなぐらいのところに本体を設置しましたので、これの本体の位置がね各々違うと思うので、自分だったらプラス何メーター欲しいなとか、そういう計算をしてもらえればいいかなと思います。一旦この位置にします。まずは純正の5メーターのホースどれぐらい引っ張れるのかやってみます。平面についての柔らかいやつです。これをこう伸ばしていった時マックスこの辺です。車両より1メーターぐらい後ろ、実際に使ってみましょう。屋根とか洗う場合はホースを持ち上げるのでさらに長さが必要なんですよ。そうなってくるとやっぱ後ろ側この時点で結構厳しい。屋根は比較的いけますね、ギリギリけどそれでもギリギリって感じです。で後ろ側がもうきついです。これ今後ろ側ですね。
奥の方届かなくはないんですが、近くまでは寄れない。これが限界かな。でかなりその車両に当たらないように注意しながらこうやっていかないといけないので、左後ろここがねもうだいぶきついです。これでもだいぶギリギリまで頑張ってる状態。さっきの左奥をやろうとするとこう持ち上げて当たんないようにもうこうギリギリまで近づく。それでもリアの半分ぐらいかな、このホースが車に当たんないようにこんな気使いながらやるのは嫌ですよね。やっぱ短いなと感じます。反対側回ってみます。反対側の方がさらに行動できる範囲が狭まりますね。今これでもだいぶタイヤのところまでホース来てますね。屋根も相当厳しい。やっぱ助手席側のリアの角がどうしても当てられないです。ホースもこういった状態ですね。さっきの位置でこういった状態。屋根をやろうとするとどうしてもホースを持ち上げるので車に当たってくるんですよね。なので結構ゆとりを持ちたいっていうのが正直なところ。さっきのギリギリまで行ってこの辺ですね。2列目がやっとかな。やっとなんだけど、この隙間に後ろから水をかけたいってなった時にやっぱ届かない。こっち方面にしか水をかけられないんですよ。こっちから水をかけられない。だからやっぱねもう少し長さ欲しいなっていう感じですね。ってなると反対側から回ってもこっち側から回ってもこの辺はね洗えないですよね。あとはもう本体を移動するしかないと。下側は比較的大丈夫だけどやっぱ上だね。汚れを落とすにはいろんな方向から水をかけたいんですよ。特にこの窓ガラスの隙間とかもね、こっちからかけた方が汚れ落ちるんですよ。こっちだと意味ない。この中の隙間の汚れ落ちません。だからホースの長さが重要なんですよね。もちろんこの本体の位置を今この位置ですが、こっちに移動してくればまた話は別ですけど、電源の長さが足りない、延長コードを追加しないといけないとか、そういうことが起きてきます。で僕はもうこれをね出したりしまったりするのほんとめんどくさいなと思ってて、固定したいんですよ、できれば。なのでそれに合ったホースの長さを選んでいきたいと。そしたら一旦ねホース 5m から 10m に変えてみたいなと思います。はい、そしたらホースを交換していこうと思います。これ 10m のやつですね。高耐久じゃない方、すごい軽いグレーのホースです。ワンタッチ接続 N カプラー付きライトグレーホース 10m っていう商品です。でワンタッチ接続これですね、使ってみようと思います。こっちの接続のオス熱も必要になってくるんですが、これがあればねかなり楽になると思う。でこの K ミニにはこのクイックコネクターっていうのでホースがつながっているんですが、年代によってはネジ式とかになっているのでそこら辺はちょっと注意が必要です。でクイックコネクターの外し方は引き上げて引っこ抜くだけ。ここにこれを差し込む。ついてるね。でそうするとこのホースワンタッチで取り外しができると。こっちもワンタッチになっているので、例えばこのショートガン内側が今ワンタッチになってます。硬いんだよね。接続することができました。こういう感じですね。だからホースだけをもう別にして保管することが容易にできると。これはね楽ですね。そしたら 10m のホース使っていきましょう。はい、そしたら 10m のホースに変えたのでどの辺までいけるのか試してみようと思います。これもフレキシブルですごいいいですね。うわー、リアは余裕です。余裕。フロント全部は難しいけどぐるっと回って助手席の1列目はストレスなく普通に洗うことができます。フロントに関して言えばまたぐるっと戻ってきてこっち側からこう洗うことができるので何ら問題ないです。軽自動車だったら 10m あればかなりいけますね。これが車両のサイズ変わってくるとどうなるのかっていうのは気になるところなので、車両のサイズをちょっと変えようかなと思います。 10m いいわ。はい、そしたら続いてプリウスで試してみようと思います。後ろも余裕ですね。この辺かな。余裕持って洗えるのは助手席の2列目ぐらいですね。軽自動車だったらもう2歩ぐらい前行けたけど違うね。やっぱ
けど、まあこれも反対側から回れば余裕ですね。プリウス 10m で余裕ですけど、1周はできないので、後方向から回るっていう人はもうちょっと長さは必要かなと思います。軽自動車も一緒ですね。丸々1周まではできないと、けど両方から回ってこれれば全然洗える長さだと思います。他の車でも試そう。もう一回り大きくしてみようと思います。はい、そしたら続いて RAV4 ですね。 SUV でこの高さが増すとどうなのか気になるのでやっていこうと思います。後ろの方はもちろん余裕。こっからですね。プリウスとそんな変わんないかな。2列目ぐらいまで、助手席の真横まで行けますが、こっちに水を当てる感じ。まあ、1列目ギリいけるぐらいかなと。ルーフも思った以上に問題ないですね。フロント周りもできるけど水かけられる程度と。そしたら続いてミニバンサイズにしてみようかなと思います。ちなみに脚立の上に乗ったらどうなるのか。脚立ってなるとまただいぶ違うか。怖いな。こういうやつもう怖いんだよな。脚立みたいなの乗っかんの。脚立で骨折したわけじゃないんだけどね。なんか怖いね。問題ないね。ルーフはもう楽勝です。RAV4 ぐらいだったら全然問題ないと。危ねえ、足首今やるかと思った。はい、そしたら最後アルファードで試していこうと思います。アルファードだとやっぱ屋根きついね。何かに登んないときついなと。まあこの辺までですね。1列目はまあいけるけど水をかけられる程度って感じですね。まあ反対側に回れば問題ないです。脚立を使って屋根ですね。あ、意外にきついかも。屋根ってなると3列目ぐらいに脚立を置かないと厳しいね。ここから前側はもう厳しいかも。脚立を移動してもホースを余裕持ってっていう感じではないね。あー、ギリギリだね。ちょっと気使うね。こっちから回れば余裕だな。10m あれば結構いけるね。ぐるっと回ることができれば 10m のホースでこれぐらいのサイズまでは結構いけますね。アルファードになるとちょっとね気使うかなっていう感じあるので、ゆとり持って 15m っていうのもありかな。そしたらホースを 15m に変更してみようと思います。15m の良さみたいなのもね見えてくる可能性もあるので 15m に変更して各車両やっていこうと思います。そしたらホースを 15m に変更していきます。でこれねスイベルになってるからここねくるくる回るんですよ。これねありがたいですね。はい、めちゃめちゃ簡単。ショートガンの方もこんな感じですね。そしたら 15m のホースに変更しました。ぐるっと回ってみようと思います。長いな。余裕だ。一周してフロント余裕ですよ。軽自動車だったら結構余ってるぐらいなので、一方方向からもうぐるっと一周したいっていう人は 15m の方がいいかもしれないですね。その代わり長くなった分取り回しっていうのはやっぱり面倒くさい部分はあるかなと思います。これぐらい余裕欲しいよな。柔らかいやつだから結構それなりに使いやすいんですが、やっぱ長くなる分ちょっとわちゃわちゃするなっていう感じはあります。車のサイズに対してちょっと長いかなっていう感じは若干あるけど、これぐらい余裕あった方が僕は使いやすいかな。15買おうかな、どうしようかなって感じです。はい、そしたらプリウス余裕すぎる。まだ全然いけるね。なんならこの辺ぐらいまで一周できるね。プリウスでも難なく一周することができましたけど、取り回しはやっぱ 10m だね。10m の方が楽だから今のところぐるっと一周できるから余裕持って 15m 欲しいなと思うんだけど、まあぐるっと回る必要ないよと、反対側回ってきますみたいな人は 10m の方がいいかもね。境目はね
アルファードな気がするんだよね。アルファードまで大きいと 10m より 15m の方が全体的にいい気がする。まあ一応他の車もやりましょう。はい、そしたら続いてラブ4。ラブ4も問題ないよね。もうここまで来ると。あとはもうアルファードがっていうとこだと思うんですが、まあ一応行きます。どの辺まで行くのかっていうのは気になる部分なので。けどまあこの辺が限界かな。あんま無理してもしょうがないので、一周してフロント周りまでは洗えますと。で屋根の方も、まあ、この辺に設置して全然余裕ですけど、思ったのがやっぱり長い分伸ばしたりする時、ちょっと引っ張ったり操作する時にある程度ちょっと距離が欲しいなって思う時はありますね。なので車の周り結構それなりにスペースがあった方が 15m は使いやすいけど、こんなまあだだっ広いところなんかなかなかないので、もうちょいちょっとスペース欲しいなみたいな、引っ張りたいなっていうこの余ってる分がね結構多いので、そこはね気になるなとは思いました。ホースを伸ばしていった時ですよね。まだ結構長いので、これ伸ばすってなった時に後ろまでバーっていっちゃうのが簡単なんですが、こんなスペースはないので、こう何回か根元の方に行ってホースをちょっと移動させて、これでもまあだいぶ余ってるので、この余ってる部分とかもうちょっとわちゃわちゃってなるので、やっぱある程度スペース欲しいなっていうのは思いますね。長すぎてもちょっと使いづらいかも。はい、そしたら 15m 最後ですね。アルファードいきます。あ、フロントギリって感じかな。もうちょいいけそうだけど、アルファードは 15m 欲しいかも。そんなことねえか。まあここよりルーフなんですよね。前寄りにして。アルファードは15だな。やっぱりルーフのことを考えると、それ以外は10でいい気がする。反対側からも回ると仮定してね。アルファードはさすがに屋根がやりにくいので 15m ぐらいは欲しいかな。本体の場所を固定したくて、それがちょっと遠いので 7m ぐらい後ろに来ました。20かな。俺は20買うか。なるほどね。僕は20にします。20にしてホースリールを使えば長い分にはねあんま問題ないのかなと思うので、20買おうと思います。やっといてよかったわ。はい、そしたら最後に高耐久の方を使い比べてみようと思います。こっちが国産なのかな。滑りがねいまいち、こっちの方が結構ツルツルしてる。個人的に見た目はこっちの方が好き。こっちちょっとなんかオイリーな感じが若干します。さっき使ってたグレーのやつに比べると太い。全てフレキシブルじゃないね。今気づいた。フレックスだよね。フレックスフレックス柔軟。こっちの方が張りがあるっていうのかな。グレー軽いんだけど踏んだりすることはないと思うんですが、ちょっと弱そうな感じはしなくもないんだよね。こっちはどちらかというとケルヒャーのフレックスじゃない方、硬い方に似てる感じはするけど、でもまあ柔らかいは柔らかい。グレーが一番柔らかいですね。こっちの方が動かしやすそう。ツイベルついてるとね、くるくるなった時にこれくるくる回せばクルクがなくなってくるのでええんですよね。そしたら使い比べてみますか。グレーの方からいきます。この取り回し感がどうなのか、柔らかいからかなり僕は使いやすい。なんか変にくるってなったりもしないし、なってもすぐ戻る。これ使いやすいね。やっぱグレーいいわ。黒い方使おう。そしたら黒い海外製の方ですね。重いな。あ、全然違う。このホースがくるってなった時、これを直すのが違うわ。こんな違うのっていうぐらい重いっていうか、グレーが軽いのかけど、まあピンと張っちゃえばかなりしっかりしてるね。どっちがいいんだろう。このしっかり感もねいいよ。伸ばしやすい。くるってなった時はあれなんですが悪くないな。重い方がまっすぐにピンと張りやすい。軽い方が軽い分ねこう緩みやすい。むずいな。続いて国産の方ですね。これも重いね。これツイベルついてるのか。ツイベルがついてると何がいいのか。ツイベルっていうのはこうくるくる回る機構ですね。ケルヒャの純正のホースだとこれついていません。なのであのようにホースがぐるぐるなった場合、多分皆さんやったことあると思います。このガンの方をこうやって回してたと思いますけど、このツイベルがついてることによってこのホースをここで回すことができる。簡単に解消できるんですが、やっぱちょっと重いね。今3本並べてみました。高耐久、これ日本製のやつ、重さがかなりあるので張りやすいね。
けど個人的にはグレーかな。超軽いもん。同じ 15m 同士で重さ測りたいぐらい、もう全然違うぐらい軽い。だから本当に業務用使ってる人じゃなければグレーの方がいいのかなと僕は思います。はい、そしたらはかりを持ってきました。ちょっと測ってみようと思います。まず黒い方、国産の方ですね。こんな感じかな。 3.2 キロですね。そんでもって海外製の高耐久、こっちの方が若干軽そう。3キロぐらいかな。あ、全然軽いわ。 2.6 キロってなるとグレーめちゃめちゃ軽いぞ。よいしょ、ほら 1.3 とかで海外製の半分。高耐久に比べるとグレーの方が圧倒的に軽いと。使っててわかるもん、この軽さ体感できます。これがねめちゃめちゃ軽いかっていう話でいくと、ケルヒャーのフレックスの柔らかいしなやかなホースを使ってる方がめちゃめちゃ軽いって感じるかは微妙。それとはそんな大きな差ないけど、高耐久がちょっと重たいので、それと比べると軽いっていう感じかな、イメージでいくと。ちなみにこれ 10m じゃないか、ちゃんと 15m です。同じ 15m ずつでこんな重さが違うと。僕は 20m を買おうかなと思ってる理由としては、本体をちょっと遠くに置きたい。なおかつ今この室外機とかあるんですが、この辺に屋外用の物置みたいなのを買って、その中にケルヒャーとかを収納で、ホースとかも全部連結、外にあるホースリールを引っ張る。あとはもうケルヒャーの電源とか水道のコックをひねるだけでもう使えるみたいな状態にしたいので、僕は車もっと向こうにあるんですが、それより本体の方を遠ざけるという意味でホースは長くしたいかなと。試せてよかった。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回はこちらですね、高圧洗浄機用のホース、僕自身欲しかったので、どれを買おうかいろいろ悩んでました。結局ね、どれがいいんだろうみたいな悩みに悩んだ結果、よくわからなかったので、ホース屋さんからこのホースをお借りしました。まずはね、ホース自体種類があってどれにしようかっていうのが1個と、あと長さどうしようかなっていうのがもう1個悩みだったんですが、種類で言うと今回この高耐久の方ですね、国産と海外製のやつ2種類と、あとこのグレーのホース使ってみたんですが、個人的には業務用の高圧洗浄機を使ってる方以外はグレーの方がおすすめかな。理由としてはめちゃめちゃ軽い、そこに尽きるといった感じです。この高耐久の方もピンと張りやすかったりするんですが、やっぱちょっとね重いので、グレーの方を使った後だと疲れるな感があるぐらい重いなと思いました。重さがね半分だからね、個人的にはグレーがおすすめ。耐久性のところは正直分かりません。今後使ってみてっていう感じですが、業務用の高圧洗浄機使われてる方は高耐久の方をおすすめしますと。あとは長さなんですが、 10m と 15m 使ってみました。もともと使ってたのは 5m で、軽自動車でも本体を移動させないと全体を洗うことができなかったっていうのが一番の悩みだし、一番のめんどくさかったところなんですよね。だから理想としては本体をもう固定しちゃいたい。 5m と 10m なんですが、あくまでも本体を車の斜め前ですね、1m ぐらい離したところに置いた感想で言うと、軽自動車今回言うとムーブ、あとはセダン、プリウス、あと SUV 今回はラブ4、この3台までは僕は 10m でいいかなと思いました。ちなみにね、ぐるっと一周したいです。右回り左回りできませんっていう人は 15m スタートです。そもそもね、軽自動車でも 15m 必要。今日左右に分かれることができるんであれば、ラブ4までは 10m の方が取り回しがしやすいけど、アルファードクラスになってくるとやっぱルーフも高い、全長も長いってなると 15m あった方がいいかなといった感じですね。僕個人的には本体の方をもうちょっと違う場所に移動させたいので 20m を買おうかなといった感じです。車の前方つか斜め前に置いた場合の話なので、他のところに固定したい場合はプラス何メーターみたいな換算で購入するといいと思います。あとね、ホースリールとかを使いたいっていう人だったら長めに買っといてもいいのかな。あえて10m ではなく 15m、20m でもいいのかななんて思ってるんですが、僕はねホースリールでぐるぐる巻いて引っ張って出すみたいな感じにしたいので、ちょっと長めに買おうかなと思っております。高圧洗浄機に使用するホースですね、どれを買えばいいかわからないだったり、長さどれぐらいにしようか
っていう悩んでる方いれば、この動画を参考にしてみてください。それと、あとこれね、これめちゃめちゃ便利でした。ケルヒャーのクイックコネクターに取り付けられるワンタッチの、これね、めちゃめちゃ便利。ホースを別々でしまいたい人とかはね、このワンタッチがあれば、すごい楽にしまえると思います。なのでね、気になる方はぜひ購入してみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、また来週。